どうもこんにちは、福山茂です。今回の YouTube のテーマは、傾聴の効果です。今回の内容について、1、傾聴とは、2、傾聴が苦手な人の思い込み、3、傾聴の効果、4、ロジャーズの3原則について説明していきます。1、傾聴とは、コミュニケーションは大きく2つです。それは話すことと聞くことです。今回は聞くことの代表である傾聴について説明していきます。傾聴は耳を傾けて熱心に聞くことです。カウンセリングやコーチングにおけるコミュニケーションスキルの一つです。人の話をただ聞くのではなく、注意を払ってより深く丁寧に耳を傾けることが大切です。2、傾聴が苦手な人の思い込み。コミュニケーションにおいて傾聴に対して苦手意識のある人がおられると思います。実は僕も以前は傾聴に対して苦手意識がありました。苦手意識のある方の思い込みはこういったことがあるのではないでしょうか。自分が説明する時間が減ってしまうのではないか。時間が長引いてしまうのではないか。相手の話が楽しい内容とは限らないので苦痛を感じるということです。これから説明する傾聴の効果を理解すれば、この思い込みも小さなことに感じるでしょう。3、傾聴の効果。一つ目は深く相手を理解できる効果です。相手の状況や心情を聞くことで今まで気づかなかったことを理解できます。本当の問題点が何か把握できます。相手のことを深く理解できると、自分の説明する時間が短くても提案する内容の質が高まります。2つ目は信頼関係ができる効果です。自分を理解しようとする人が現れて安心感を持つことができ、信頼関係が構築されます。ちなみに先ほどの時間が長引くのではという危惧も、信頼関係ができていれば配慮してもらえたり、自分から時間なのでと話したときに嫌な顔をされるリスクが減ります。3つ目はカタルシス効果です。心の内にある不安やイライラなどの感情を言葉にして表現すると、苦痛が解消されて安堵感や安定感が得れるという効果です。4つ目は自己理解、自己需要、自己変容につながるという効果です。自分のことを話す中で自分を客観的に理解する機会を得れることができます。そして理解から受容することが促されていき、冷静に問題を捉えることができて、解決に対しての自己変容が起きていきます。相手の話の内容が聞いていても辛い内容かもしれませんが、最終的に相手がスッキリしたり、自己変容していくことに貢献するのは貴重な経験ではないでしょうか。4、ロジャーズの3原則。今までは傾聴の効果について説明してきました。これからは傾聴する上で必要な原則を説明していきます。原則はカール・ロジャーズ氏が提唱した内容です。ロジャーズ氏はアメリカの心理学者でカウンセリングについて研究されていました。傾聴を積極的傾聴と呼び、3つの原則が必要とおっしゃられました。1つ目は自己一致です。話を聞いてわからないことをそのままにせずに聞き直すと、常に真摯な態度で真意を把握することです。2つ目は共感的理解です。相手の立場になって話を聞くことです。3つ目は無条件の肯定的配慮です。善悪や好き嫌いといった評価をせず、肯定的な関心を持ちながら話を聞くことです。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。